その日、僕はいつも通り微分の計算問題を解いていた。すると、奇妙な問題に遭遇したのだ。あれ、この問題は何だろう。何か嫌な予感がする。うわ、一体何が。ここは始まりの場所。メタン、どうしてこんなところに？それにしても、なぜか懐かしい感じがする。まあそんなことは置いといて。この問題は一体何なのだ？これはある種の微分。微分？微分ってこういうやつじゃなかったっけ？そうね、確かにそれは通常の意味の微分としてよく知られているものよ。でもさっきの問題はこんな感じで、なぜか dx のところが d ルート x になっていたのだ。これはつまり x で微分する代わりにルート x で微分していると言えるわね。ルート x で微分するってなんだろう？何を言ってるのかわからないのだ。よろしい。ではその正体について一緒に考えていきましょう。よろしく頼むのだ。平面上に y=fx のグラフがあるとするわね。そして x における値 fx と x プラス h における値 fx プラス h をこのようにプロットしましょう。この2点を通る直線の傾きはどうなるかな？この2点間において x 方向の変化量は x プラス h マイナス x で y 方向の変化量は fx プラス h マイナス fx だから、これが直線の傾きになってるんじゃないかな。その通りね。分母は要するに h そのものなんだけど、ここでは一旦この形のままにしておきましょう。さて、さっきの直線の傾きにおいて h を0に近づけた極限を考える。これを f の導関数といい、導関数を求めることを f を微分するというのだった。普通、分母は単に h と書くけどね。そういえばそんなのあったね。つまり微分とは x における接線の傾きを求めているのだ。そういうことになるわね。それじゃあ、この微分の定義をもとに、さっき問題に出てきた式を定義できるかな？通常の微分の記号では分母が dx になっていた。これは x の微小な変化を表していると考えられるのだ。一方、こっちは分母が d ルート x になっている。ということは、これはルート x の微小な変化を表しているのかな？鋭い考察ね。今日の僕は誰にも止められないのだ。通常の微分では x の微小な変化を分母でこのように表していた。ということは、こっちの微分ではルート x の微小な変化をこう表せばいい。素晴らしいわ、ずんだもん。これで x の代わりにルート x で微分するという操作を定義できた。なんか不思議な定義なのだ。ここでルートは2分の1乗と表せることを思い出すと、より一般にアルファを正の数として fx の x アルファ乗に関する微分はこのように定義できる。さっきの定義はアルファイコール2分の1の場合と考えられるわね。これは x の微小な変化ではなく x アルファ乗の微小な変化が分母に出てきてる。虚数が出てくるとややこしくなるので x は0以上と仮定するわね。細かいことを言えばここでは極限が使われているので x イコール0においては h を正の方向から0に近づける必要がありそうだけど、まあ一旦置いときましょう。よくわからないけど一旦置いとくのだ。さて、この定義において α イコール1の時を考えると、これは通常の微分に一致することが確認できるはずよ。確かに。この意味でこの微分の定義は通常の微分の一般化になっている。そう考えられるわね。ところでこの記号ってどこかで見たことがあるような。思い出した。微分を n 回繰り返す n 回微分を表す記号としてこういうのがあったけど、これって今回定義したこの記号とは別物なの？確かにそこは気になるところよね。結論としては見た目は似てるけど別物と考えるのが良さそうね。こっちの dxn 乗は気持ちとしては dx の n 乗と考えられる。つまり dx を一つの文字であるかのように扱っているということね。でもこっちの dx α 乗はあくまで xα 乗の微小な変化を表しているので d は1回しか出てこないということだと思うんだけど、もし間違ってたらコメントくださいね。なんか弱気なのだ。それじゃあずんだもん、例としてこれを計算してみて。やってやるのだ。x をルート x で微分している。まずは定義に従って極限で表してみるのだ。すると分子には x の変化量を書いて、分母にはルート x の変化量を書けばいいね。分子は単に h となるからこうなって、
とりあえず分母のルートを消したいから分子と分母にこういう式をかけよう。すると分母はこうなって分子はそのままで良さそうだね。さて分母は単に H となるから分子と分母の H が打ち消し合ってあとはこの式で H を0に近づけると答えは2ルート X となるのだ。よくやったわ。積んだもん。まとめると X をルート X で微分した結果はこのようになるということね。これもなんだかあまり見慣れない等式なのだ。いやでもどこかで見たことがあるような気もする。なんでだろう。多分その感覚は間違ってないわ。なぜなら別解として y イコールルート x と置くとこの式はこのように書き直すことができる。これは普通の微分の計算問題なのだ。y に乗を y で微分すると 2y となるから答えは2ルート x。 その通りね。ただしこっちは今回定義したルート x による微分でこっちは通常の意味での微分だから本当はこの統合の成立を各定義に従って確かめる必要があるけどね。大丈夫、分かってるのだ。あれ、そういえばひらめいてしまったのだ。どうしたの？改めて f を x アルファ上で微分することについて考えよう。ここで合成関数の微分をイメージしてこの微分の記号をあたかも分数であるかのように扱いこのように変形するのだ。なんですって？メタンの様子がおかしい。話を続けるね。さてここを掛け算から割り算にして分子と分母をひっくり返すのだ。するとここでは単に x アルファ乗を x で微分しているからこのように計算できるね。なるほど、これは面白いわね。この式には通常の意味の微分しか残ってない。つまり x アルファ乗に関する微分が通常の微分に帰着された。でもここで使った式変形の妥当性はまだ確かめられていないわ。確かに合成関数の微分と同じように意味付けできそうな気はするけどここでは念のためこの計算が正しいことを定義に従って確かめましょう。では定義に従って計算を進めるのだ。 x アルファ乗に関する微分はこう定義されていたね。ここで通常の意味の微分を作るためにこのように変形してさらにここを掛け算から割り算にして分子と分母をひっくり返すのだ。するとここは通常の意味の微分になってここは x アルファ乗を x で微分する形になっているからやはり答えはこのようになるね。確かにそれで良さそうね。ここの分母が0になる場合は注意しないといけないけど。というわけで x アルファ乗に関する微分と通常の意味の微分の間にはこのような関係があることが分かった。美しい等式なのだ。例えば fx イコール x ベータ乗の時を考えると x ベータ乗を x アルファ乗で微分することになる。分母は公式からそのまま持ってきてあとは f を通常の意味で微分する。つまり x ベータ乗を x で微分すればいいからこのようになる。整理すると結果はこうなるわね。なんか面白い結果なのだ。ここで α イコール1を代入するとこれはよく見慣れたべき関数の微分の公式になるわ。本当だ。つまりこの式はべき関数の微分の公式の一般化になってるのか。ところでちょっと思ったんだけど x アルファ乗に関する微分が通常の意味の微分で表せるってことは今後はこの公式さえ使えばいいから x アルファ乗に関する微分の定義はもう使わなくていいってことなのかな。そう思うのも無理はないわね。でもちょっと考えてみてほしいんだけど例えば fx イコールルート x という関数をルート x に関して微分してみましょう。途中の計算は省略するけど定義に従って計算すればその結果は1になることがわかるわ。まあこの式の見た目からしてそうなりそうなのだ。一方 f を通常の意味で微分すると結果は2ルート x 分の1となる。ただし分母にルート x があることからもわかるように f は x イコール0で微分できないわ。本当だ。こっちは明らかに x イコール0でも微分できてるのに。つまり x アルファ乗に関して微分可能であっても x に関して微分可能とは限らないのでこの公式だけでは対応できないケースもあるということね。x で微分するより x アルファ乗で微分する方が難しそうなのに
なんか不思議なのだ。実は今日お話しした微分はフラクタル微分と呼ばれていて、フラクタル幾何学という分野における重要な概念となっているらしいわ。そうだったんだ。フラクタル微分は通常の意味の微分とよく似た性質を持っている。例えば和の微分の公式はフラクタル微分でも成り立つわ。和の微分は微分の和で計算できるというやつだね。また積の微分の公式もやはりフラクタル微分で同様に成り立つ。おう、そうなんだ。確かこれはライプニッツ則とも呼ばれていたね。これがあればだいぶ計算が楽になるね。フラクタル微分、なかなか侮れないやつだったのだ。ではそろそろ終わりにしようか。それでは皆さん、ごきげんよう。ではまた。